コメント大きすぎるな。こんばんはいらっしゃい。コメントが大きいか。まあいいや。待って、ツイートだけしとくか。この時間の配信嬉しい。普通あんまりしないけどね。まあまあまあ、ちょっとね、マイクのさっき、ジジジっていう音確かめてて、どうかな今しないかなしないよね。前回の配信でちょっとマイクで異音が入ってて、それのね、確認してて、まあどうせならみんなと、まあちょっとゲームでも探しながら話せればなと。こんばんはいらっしゃい。こんばんはいらっしゃい。深夜雑談助かる。みんなは起きてるのか、それともなんか変に通知で起こしてしまってるのかはわからんけど。この時間帯はさ、やっぱちょっと落ち着くよな。落ち着いてみんなと話せるなぁみたいな。こんばんはいらっしゃい。いやー、前の配信での異音が気になってさ、結構、今週も多分金曜日か土曜日するつもりだから、ちょっと気にしてて、ずっとジジジってなったら嫌でしょ。こんばんはいらっしゃい。ちょっと待って、一瞬待ってね、ちょっと。OK、治った。これで。あ、ごめん、治った。アンパッキングとかね、一緒に、ついでにやろうかなと思ったんだけど、雑談しながら。まあ、それは次の機会でもいいかなと思って。今日はね、ちょっとマイク調整というか、マイクのザザザの異音があるかどうかだけ確認したいための、あとは寝れないから雑談みたいな感じだったんだけど。
こんばんはいらっしゃい。てかコメ欄がでかいな。こんばんはいらっしゃい。セールイベント何来てんだろうね。なんかみんなさ、おすすめのゲームみたいなのってある？マジで何でもいい。俺結構ゲームゲームは好きなんだけど、ゲームをあんまり見ないのね。切り抜きとかしか見なくて、配信とかは。ちょっとなんかネタバレされるのもったいないかなと思って、配信者さんの切り抜きとかしか見ないみたいな形にしてるんだよね。なんかおすすめのゲームとかある？みんな、聞こえてた。俺みんなに無視されてんのかと思ったわ。まあ、ロムの方もいるからね、全然あれなんだけど。葉っぱを育てるゲームとか、葉っぱ、あれか、麻薬か。麻薬かな？俺の知ってる葉っぱっていうのは麻薬かな。イコールラインとか、イコールラインって何？はい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 。計算するやつね。いいね。なんかちょっとこう、チルできるやつもいいよな。いらっしゃい。パワーウォッシュ。洗いながらね、雑談するやつね。隅々まで洗っていくやつね。いいよね。あれ、なんか続編が出るんだっけ？あれの続編も出るみたいな感じだという話と、あとあれのなんか別バージョンみたいな。なんか血だらけの部屋を掃除するみたいなやつもあるよ。なんか2種類ぐらい今出てたな、洗うやつは。パワーウォッシュもいいな。パワーウォッシュ今
ああ、そんなに高くはないね。全然。あ、そう、殺人現場掃除、そうそうそう。殺人現場掃除するやつね。あれもなんかちょっと気になってて。あれってでも全然違うんだよね、内容。That's not my neighbor. それは私の隣人ではないっていうゲームがあるんだ。調べてみるか。ああ、はいはいはい。今流行りのね。あの、ドッペルゲンガーをやるやつか。これ持ってるわ。これ持ってて、これとはまた別の、ゾンビかどうかを見分けるやつも持ってて、そっち配信しようかなと思ってたわ。これもいいよな。なんかこういうちょっと考えながらやるやつね。これもいいよな。ホリホリドリルめっちゃ黙々とやってる。ドリルな、ドリル。なんか俺別の方持ってるかも。穴を開けるってやつ。ドリルで進んでいくやつじゃなくて、下に、なんか他のやつの周りに穴を掘るみたいなゲームとか。結構やってるわ。いや、流行りはね、俺はあんま流行りよりはなんか、ちょっと、何これ。一回調べてみる。うん。あ、ホラーゲームおい、ホラーゲームじゃなくね？ホラー男子との恋愛って書いてるけど。これ、ホラー男子と恋愛すんのこれ。男子との恋愛なの俺が。おかしいな。ホラー女子ではないんだ。ホラー男子なんだね。人外たちと交流して言葉を解読しながら。言葉がわからない状態で解読していくゲームか。うんうんうん。いいね。なんかちょっと面白そうではある。あっち系か。セブン、なんちゃら、7日間みたいな、あれ系だね。インサイド。あ、いいね、インサイド。持ってる持ってる。プレイはまだできてないけど、インサイドは持ってるね。配信しようかなと思ってる。こんばんはいらっしゃい。謎解き系はいいよな。謎解き系とかこう、ノベル系で進んでいくやつは、時間を忘れられるっていうのがめちゃくちゃいいと思うわ。こんばんはいらっしゃい。今ね、おすすめなんかゲームあるみたいな話をしてたとこ。今ちょっとね、Steam ストア開いてて、まあ、作業というか、マイクのね、確認をしながら、みんなとちょろっと話せたらなと思ってます。言うてね、多分、他の人の雑談とかと俺の雑談とあんま違うくて、食べ物食べなかったら、多分こうやってまったり喋ってるだけみたいな感じかな。まあ、企画とかしてれば別だけど、こんな深夜に企画もクソもないしさ、まあまったりと、ちょっと眠くなるまで雑談かなぐらいのイメージ。
一人用のマダミスとか楽しいです。マーダーミステリーとかってやつ。俺さ、TRPG だったりとか、そのマーダーミステリーとか全く知らなくて意味わからないんだけど、楽しい。率直に。あのそのゲームをバカにしてるとかじゃなくて、全く知らないんだよね。なんか、よく見かけるその狂気のなんちゃらとか、なんかよくあるやん、こう、テーブルなんちゃらみたいな。全く知らなくて、1ミリも見たこともなくて、あれ、どうなのかなって面白いのかなと思って。そのマーダーミステリーとかも、全然見たことないんだよね。二人用とかあるんだ。二人用ね、マダミスしてほしい。マダミスってどうやって見るの？そのマダミスってどうやって検索するの？そもそも。マダミスでやったら出てくるの？マダミス。あ、マーダーミステリー、パラドックスとかいろいろ出てくるな。マーダーミステリー、殺人犯。これは何？推理ゲームみたいな感じなの？殺人犯はそばにいるとかいろいろ無料で書いてたり。推理ゲームとかなのかな？わからんけど。一人用のは謎解きに近い。ああ、謎解きなんだ。ちょっとまた見てみるか。なんかそっち系全く関わってこなかったからな。アクアリウムは踊らない。なんかあれホラーだったっけ？なんかホラーゲーム嫌いな方がホラーを作ったみたいな感じじゃなかった？ホラー全然驚かないけど大丈夫そう？まあ驚かないっていうか驚くことはあるけど怖がらないけど、多分1ミリも怖がらないけど大丈夫そう？俺。ファミレスを享受せよ。ああ、なんか見たわ。黄色いなんか表紙だよな。確か。多人数になると犯人役になる人もいるので。犯人役？自分がってこと？何？なんか人狼系みたいな感じ？人狼系みたいな感じで自分が人狼かどうかも分かってないみたいなのも謎解きでしていくみたいな感じなのかな。調べてみよう。なんかこう思うといろいろあるようなゲームの種類とか、そのジャンルみたいなのって選択によって結末が変わるやつ。アクアリウムってやつ？そうか。なんか有名どころにしてはめちゃくちゃ網羅してるイメージがあるな、それ。ファミレスを享受せよも確か見たことあるんでね。黄色の表紙みたいなね、ゲームコーナーみたいなところで見たことはある。実際内容全く知らないから、やってみてもいいけど、謎解きかな、あれも。あれも謎解きだっけ？ファミレス。これだね。黄色系の、あれか。
推理や考察系ではありませんが、ツボは配信見ていて楽しいです。ツボツボって何？どっち？俺が知ってるツボの配信って、とてつもないストレスが溜まるツボおじか、なんかツボを作る方の配信か。どっち？ファミレスのお客さんに話を聞いてどんどん真相を暴いていく感じ。へえ。それ面白そうだね。このなんかファミレスを今ちらっと見てるけど、動画っていうかスチーム詳細ページみたいな。永遠のファミレスムーンパルスに迷い込むアドベンチャーゲーム。なんとドリンクバーもあります。ドリンクバー。コマンドポイントクリック式か。いいね。世界観が素敵なんだ。マダミスは人生で1回しかそのシナリオ。何？あ、そういうことか。マダミスっていうのは、ネタバレしたらもうできないみたいな感じなんだ。じゃあ俺もあれか、こうやり始めたらもう一個一個一回一回しかできないみたいな感じなんだ。登っていく方です。耐久配信じゃん。あれ耐久配信になるやん。みんなよくあれやるよな。耐久配信なんて、心の、なんか、ゆとりのある人ができるやつだよな。あれな、なんか、ズボウジと、なんだっけ、ジャンプキングか。あの2つはもう不動の、あれだよな。耐久配信みたいな。めちゃくちゃ時間かかりますみたいなので、なんかね、内容は長すぎて見ないんだけど、ショート動画でね、確か1分かなんかで、なんかショート動画でクリアしてるやつを見たことがあるんだよ。化け物だなと思って。なんでツボウジをショート動画でクリアするところを見ることができるとはみたいな。早送りなのかわかんないけどね。1分ぐらいで。とんでもないなと思った。地形なんか面白いな。結構ね、ああいうのも好きだよ。牧場物語とかなんか牧場経営とか、結構そういうのも好きだけど、なんか物を作っていく、基地を作ったりシミュレーションとかも好きだし、RPG もね、物語を追っていくのは好きなんだよね。実際。ズボウジは配信者の普段と違う一面が見れるゲームだと思ってます。ああ。俺のね、下打ちとか大パンがね、もうどんどん見れるわけだ。いやでもね、もしやるとしたらだけど、絶対出るよ俺、普通に。あれはね、多分下打ちとか出ると思うわ。間違いない。なんかチラッと見てて思うもん。あんなのよくやろうと思うなって耐久で。大パン以上に出るよね。こう、キーボード破壊するかもしれんし。あんなの。牧場物語昔やってました。あ、いいよね。今もなんかすごい進化してて。あと今気になってるゲームはね、ステーキ焼くだけっていうゲームとか、ステーキ焼くだけなんだけど本当に。表面焼くだけみたいな。こういうゲームも好き、割と。
タデューバレー、あれね、牧場の、超人気牧場系ね。ママに会いたい。それ知らないな。なんだそれ。いやでもね、まあ、こう考えるといろいろやりたいゲームとかおすすめゲームっていっぱいあるなと思いながら。いやでもな、もう俺がやるゲームってじゃあ見てる人どうなのかなって思う時が結構ある。めっちゃ気になってんのとか、このステーキ焼くだけのゲームとかさ、マジでこうただ待つだけのゲームとかあるのよ。ただ待つゲームっていうゲームがあるんだけど、この辺やってて、いや俺めちゃくちゃ楽しいけど、見てるやつどうなのみたいな。俺が待ってんのを待ってんだよ。まあ、いわゆる俺が待ってるのをただ待ってるみたいなリスナーが、どんなゲームやねんと思って見てるけどね、実際。配信だとそうなっちゃうからな。いいのかいって思うけど。ゴーストキーパー。そういうのあるよね。顔を眺める配信か。淡々と肉焼く入る。じゃあ、焼くか。もう、マジで、ただステーキ焼くだけのゲームだけど、あれもやりたいんだよ。全然、それが許されるのであれば全然やっていく。ときめきメモリアルという奇跡の神ゲーと呼ばれる恋愛ゲームですか。ときメモとかね、しませんかってか、やったことはないんだよ。やったことがないから全然やりたい。恋愛ゲーム系、恋愛ゲームって言ったらあれか。ノベルゲームとかはやっていきたいなと思ってて、なんかときめきメモリアルって、なんか選択できるんだよね。攻略していくみたいな。そういうのもいいなと思って。でも選択肢は欲しいよな。攻略が1対象のやつはちょっと、なんかみんなが見てて、ちょっとなって思うし。でも、ときメモがそもそも PC であるのか。イメージめちゃくちゃ古いゲームのイメージだけどな。俺が楽しんでる姿がもう栄養なら、もう本当にただ楽しくゲームするだけだけど。配信で時々見かけるので。Steam、PC かなそれ。PC じゃないやつの媒体でやってるのかな。俺キャプチャーボード生きてたかな。だいぶ前に買って置いたままみたいなキャップボード。多分ね、プレステ2とかの配信したいなと思って昔買ったんだけど、置きっぱなしだわみたいな感じかな。は？何？アヒルを100万回バウンドさせるゲーム？もうちょっともっと詳しく。
なんだその、なんだそれ。ちょっともっと詳しく。ちょっと待ってね。調べるわ。その単語が、出てくる単語が、俺に、わからない単語が出てきたりすると。ちょっと待ってね。ゲームの、あれかな。おめでとう10月と勤務中世にら入国審査官に命ずる。ああ、このタイプはね、好きだね。割と、この入国審査とかのゲームは割と好きかも。ラフト。ラフト。ラフトってあれか。イカダのやつか。はいはいはい。イカダのやつね。あれ、全然持ってるからできると思うよ。まあ、一人で別にやってもいいしね、あれ。まあ難易度を上げちゃうと一人で結構きついけど、あれは。アヒルバウンド気になるよな。100万回バウンド。クリアが100万回バウンドさせるクリアなのかな。ちょっと、とんでもないゲームだけど。なんか絵面やばそうだけど。ホラゲなら、ポッピー、ワンが確か無料だっけ。ワンが無料なんだっけ確か。ワン無料だよね。でもホラゲ、まあ全然いいよ。やるけど、スタスタスタみたいな感じになっちゃうけど、全然。あれなんかキャラクターが結構可愛いやつだよね、こう。なんかちょっと唇って言い方あれか、なんか口がガーッと裂けてみたいな。トゲトゲの歯じゃなかった。ホッピープレイタイムみたいな。結構人気じゃなかったっけ。何個も出てたんじゃなかった、シリーズもので。ラフト見たい。全然、ちょっと一人はきついか。でも、なんか誰か連れてくるわ。奴らを。なんか VTuber さんでもいいし、なんかちょっと配信者さん連れてくるか。耐久っぽくなるかもだけど、最近よく見るゴルフ、ゲットトゥーウォーク。ゲットトゥーウォークって何？ゲットトゥーウォーク。ゲットトゥーウォーク。なんだこれ。ゲットトゥーウォーク。お金も髪の毛もない今、あなたに残された道は働くことだけ。うわぁ。うわ。はいはいはい。うわぁ、流行りそう、マジで、こういうゲーム。マジで流行ってそう。全然流行ってそう。うわぁ。うわぁ。いいね。これ、ああ、これ、いいな、これ。ウィッシュリストに入れとくわ。確かシリーズ出てるよね、ホラー系のやつはね。コーヒートークゆったりしてほしい。ああ、あれか。確か2まで出てるやつ。2まで出てたよね。コーヒートーク。いやー、バカゲーだな。ゲットトゥーウォークは。ウィッシュリストに入れた。うん。
こんばんは。少し古いかもだけど、8番出口とかはどうでしょう。いいね。あれ、確か、ま、間違い探しだっけ。まあ、ホラーっていうよりなんか間違い探しで、間違いを進んでいくみたいな感じだったよね。確か。いいね。あれも、まあ、流行りとかは別に気にしなくていいよ。全然全く古くて、しかも全く人が知らないゲームとかでも全然いい。俺が面白いと思ったものは、もうどんどんやっていきたいし、俺もね、逆に多分みんなが知らないようなゲームとかもしかしたらやるかもしれないから、なんだこれみたいなやつもあるかもしれないけど、ちょっとね、意味を捉えてほしいんだよな。このゲームに何を楽しんでるかみたいな意味を捉えてもらうのがめっちゃ楽しみ。こいつこのゲーム何で楽しんでんだみたいな。それが俺の楽しみではある。8番出口とかもいいよな。なんか8番出口ライクみたいな、たくさんゲーム出てたよな、シリーズ。ただ、みんなに伝えておくのは、耐久があまり俺は得意ではない。あの、長時間配信が得意ではないっていうわけじゃなく、なんか満足しちゃうとやめちゃうタイプなんだよ。なんか変な、あれだけど、例えば、満足してなかったら8時間とか10時間とか続けてゲームするし、満足すると、すごく楽しんでしまうと、3時間4時間で終わっちゃう時とかもある。もうすぐ2時間とか、クリアせずにね。クリアまで見たいっていう人には俺の配信はもしかしたら絶対クリアしてほしいですみたいな配信は向かないかもしれない。満足しちゃうとね、やめちゃう時があるんでね。まあできるだけね、クリアはしようかなと思ってるんだけど。逆にね、なんか長時間配信してる時もマジであるから、それはきっと多分これからね、見れると思うし、あんまり長すぎるとね、みんな途中で休憩挟んでいいから、全然。ちょっと待って。おすすめするの PC ゲームが主流ではあるけど、一応、俺ができるゲームで言えば、キャプボがあるので、プレイステーション2とかそっち系とか、スイッチとかもまあ一応はできる。そっち系は一応できるのはできる。まあちょっと画質がそんなに良くなかったりとかするかもしれないけど。あとやっぱ PC の方が俺の中では、まあ楽かな、割と。すぐできるし、みたいな。っていうだけ。どっちでも全然問題ないし。まあ、それがね、気に入れば、普通にやるし。あとなんかこういう時、なんかこう情報共有するときに気にしなくていいのは、そのゲームの値段とかは全く気にしなくていい。なんか面白ければ高くても全然買うし、全然気にしなくていいかな。パッと見に行って、ああ、これじゃあ高かったら来月買うかとか、ここはね、もう自分の自己判断で俺買うしね、なんか面白そうだったら。なんか、自分がやってて面白かったり、これやってみてほしい、これだったら楽しいんじゃないかとかは、どんどん共有してほしいかな。割と雑談配信って少ないし、回数の機会とか俺。次の雑談は多分なんか食ってるだろうし。これはあれかな。
探してくれてるみたいな感じ。いやいやいや、まあでも、俺もね、いろんなおすすめのゲームって結構あるし、なんかサムネイルでも、俺が作ってるサムネイルとかでね、もう配信したいなと思ってるものとか、見せられたらいいかなと思うんだけど。待ってね。こんなのとか、もうサムネは一応作ってんだけど、こういうのとかさ、結構ね、ドッペルゲンガーのさっきの、なんか、選ぶゲームと、まあ、似てるゲームではあるんだけど、このゲームね、なんか、聞くところによると、どういう選び方したりとか、なんか選択肢みたいなのがあるらしくて、選択したら何種類もなんかエンディングがあるみたい。配信でね、どれぐらいできるかはちょっとわからないんだけど、なんかこういうのもできたらなって思ってる。いいでしょう、これ。結構ね、楽しみにしてるゲームの一つではある。なんかサムネイルがね、もうめちゃくちゃ作ってんのよ。結構作ってて、何種類だろう？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。もう多分14種類ぐらいはサムネ作ってて、やるゲーム決まってるよみたいな感じかな。14、そう、14種類ぐらい。で、ちょっと気になってるのが、まあ、有名どころではあるんだけど、俺が、まあ、結構、ネタバレなしで楽しめるみたいな感じで、みんなに有名どころで提供できそうなのが、デトロイトなんたらっていうなんか、サイボーグ、アンドロイドなのかなあれ。サイボーグかアンドロイドかなんかの、物語系のやつ。あれはやったことがないので、なんかみんなにおすすめされたので、やってみようかなとか思ってはいる。こんばんはいらっしゃい。そう、なんかいいんだよね。全然、まだ見たこともなくて、なんだ、加納栄光さんのサムネイル表紙だけ見たことがあるみたいな。俺、あのゲームの。そうなんだよね。なんか分岐があって、選ぶ過程で、まあなんか結末が変わるからみんな面白いみたいな。その人の性格とかなりが出るみたいなこと言ってたから、楽しそうだなと思って。まあそういうのもね、どんどんやっていけたらなと。まあゲームでもなんか聞くと長いんだよね。長いっていうから1回か2回分けた方がいいみたいな感じで。2回ぐらいに分けた方がいいみたいに言われたけど。いいね、ぜひぜひ。ゲーム楽しんでほしいな。今週はね、多分、
金曜日にやる This is Police っていうゲーム。あれ、ちょっと楽しみにしてる。なんか2まで出てるんだよ、あれ。1と2が出てて。とりあえずまず1からやろうかなって。やったことないし、なんか、警察が自分で選び取るみたいな、自分で選択していくみたいなゲームらしい。なんで、まあ、ちょっと俺も自分を警察として、ちょっとやっていこうかなと、このゲーム。こんばんはいらっしゃい。マイクテストをね、兼ねて、ちょっとした雑談かな。昨日のちょっと配信でザザザっていう音がずっと鳴ってたので。これ今鳴ってないよね。今は別に鳴ってないよね、ザザザ。そう、楽しみだよね。俺も楽しみなんだよね。俺もやってないからさ。よかったよかった。じゃあ、マイクのなんか異常ではなさそう。マジで C 社なのかな。でも C 社吸っててもならなかったんだけどな。テストっていうか、今日試しにやったとき。何だったんだろうな。ゲーム内音声ってわけじゃないだろうしな。ゴロゴロでザザザってなってるわけじゃないだろうし、ジジジっていう。何だったんだろうな。接触不良。まあ、ありえるか。でも、1時間ぐらい、40分ぐらいゲームしてて、最初ならなかったよね。いきなり C 社吸い出してからなんかジジジってなったから、何かなと思って。びっくりしたよ、あれは。で俺、自分の声聞こえるやつにしてないから、全然あれだったんだよね。自分には聞こえてなくて。そう、俺も C 社のC 社吸ってる時にジジジって音が鳴るからそうだと思ったんだけど、吸ってない俺が喋ってる時もジジジってなってたから、あれじゃあ俺のじゃないなと思って。吸ってる時は鳴るんだよ。確かに。電子音が鳴るんだよね。これ、ジジジって焼けてるような。でも、なんか喋ってる時になってたから、違うなと思って。いや、不快な音だったら嫌じゃん。人が聞いてて不快な音だったら嫌だから、ちょっと気にしてね、今日、何時間ぐらいかな。ずっと9時過ぎぐらいから、試験でね、ゲームしながら、他の人と打ち合わせしてたんだけど、その時もやっぱ鳴ってなくて、今もこうやってみんなと話してて鳴ってなくて、マジで怪奇現象だなと思いながら、ホラーもしてないのに怪奇現象はやめてくれよと思いながら、聞いてたわ。せめてホラーゲームしてる時とかね、暗くしてホラーゲームしてる時とかにやってほしいわ、その怪奇現象とかは。それだったら面白い。ネタになる。事故物件にならなくて何？まずい。パズルという名のホラーだったか。ホラーもね、やっぱやっていきたいんだけど、なんか面白いホラーあんまないからな。よく聞いたら何か聞こえてくるみたいな。いやー、ホラーだな、本当に。なんかあれでしょ？しかも、配信中に後ろから何かが映ってみたいな。ガチャッ。よくあるホラー配信みたいな。V でそれあったらマジでやばいけどな。マジでシャレにならない。でも、ホラーゲームをね、ぶっちゃけると、一人でやってる感覚じゃないじゃん。みんなが、コメントしてるし、見てるし、一緒に。
だからホラーゲームもね、言ってそこまで怖い感覚にはならないと思うんだよね、配信って。配信者にとって。めちゃくちゃやっぱ苦手な人だけが。リトルナイトメアどうでしょう。有名どころだね。もちろん、1とその続きは買ってます。置いてます。まだやらずに。プラス、なんか、続編で2人プレイができるというか、協力プレイができるリトルナイトメアが出るということで、まあ、近々ね、1と2じゃないのか、あれは。続きか。はやろうかなと買っておいてある。リトルナイトメアね。あれ有名どころでみんなやってるもんね。まあ、やってみたい。じゃあやってみたい。あれも、正直中身全く見てないから、全然見てない。ホラーというより可愛い系だけど、ミサイドとかどうですか？なんだミサイド？ちょっと待ってね。ミサイド。ミサイド。さまざまなゲームに登場するあなた好みの女の子。そんな彼女がもし現実に隣にいてくれたら、予測不能で怒涛の展開が待ち受ける美少女ホラー。あ、さっきのは男性とのホラーで、こっちは女性とのホラーなんだ。何これ、女性の方はカスタマイズできるの？好みの女の子って言ってるところ、これカスタマイズ可能なのかな？カスタマイズ、あれなんか、添付、スチームの添付画像に、なんか日本と、日本、日本と、なんか女の子が、居合抜きみたいに持ってるけど、居合抜きされるこれ、俺。居合切りされるかな？こんなホラーあるんだ。脱出系かなこれ。逃げていく感じのゲーム。ゼロシリーズしかやったことないから。カメラ撮るやつかな？ゼロシリーズって。協力型だけど。あ、デボアね。あれ、なんか早期体験版から完成したんだっけ？最終的に。どうなったんだろう。あれ持ってないな。なんかすごく有名でみんななんかやってたよね。なんだっけ。なんか4人協力プレイできるみたいなやつだよね。今日4人だったっけ？それしか覚えてないわ。ちょっと。デボはね、協力ほら。けどね、協力ってなるとね、人を呼ばないといけないんだ。俺の友人いるかな？何人かしかいないんだよね、まだ。活動者仲間みたいな。ミサイド、俺面白いんだ。なんか、俺今画像見たら居合抜きされる、女の子に居合抜きされそうな画像が出てたけど。ゼロシリーズはね、なんか有名だよね。スイッチとかでも出てたんじゃなかった？なんかいろんなゲーム媒体で出てて。てか面白そうではあるよね、あれも。なんかでも、確か女の子が主人公だったっけ？なんか女の子の主人公って、俺が女の子の主人公でハマったゲームって言えば、みんな知ってるかな？知っ
ってるかな？国名館って知ってる？多分ね、初代はね、手に入るのかな、今。光栄テクモさんが多分作ってた国名館っていうすごい古いゲームがあって、それの新作みたいなのが、女性が主人公なんだけど、知ってる人いるかな？いないか。あれはね、すごくハマって、まあなんか、ゲーム内容だけで言うと、知ってる人いるか。罠をね、仕掛けるのよ。で、罠にはめるゲームなんだよね。トラップ作って、こう、入ってきた侵入者にトラップ仕掛けてみたいなゲーム。で、これが面白いのが、その女性の主人公の方をやって、気になって俺、初代みたいなのを手に入れてやったのよ。初代の方はさ、もう、そうそうそう、かげろうかげろうかげろう。かげろうになってる。名前がかげろうになったの。国名館っていうゲームから。かげろうに変わったんだよ。で、初代の国名館をやったのね。そう、罠でピタゴラスイッチするやつ。そう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 。かげろうかげろう。それが面白くて、で、国名館の初代をやったのが、未だに忘れられなくて、罠だけじゃなくて、モンスターとかも作って買えるのね、あれ。で、侵入者にけしかけて、レベルとかを強いモンスターとかも、要は罠を作るか、なんか魔物を取るかとか、こう、いろいろ決めれるのよ、自分で。むちゃくちゃ古い時代にそんなのよく考えたなと思って。マジですごかった。いや、本当に、本当に面白いよ。本当に。ちょっとね、カゲロウの方は過激になっちゃったけど、国名館とか本当に、なんて言うんだろう。映像とかあんまり気にしない人、めちゃくちゃ美麗映像とかじゃないともうゲームできないみたいな人じゃなければ、ぜひね、その、昔の人も、じゃあ昔のゲームをね、やってみてほしい。多分、はじめまして初見です。いらっしゃい。今ちょっと雑談しながら、ちょっとマイクテストして雑談しながらゲーム関係の話をしてます。やっぱ初見さんにはね、笑顔を振りまかないと。こんばんはいらっしゃい。配信祝ありがとう。それは、ちょっと待ってね。調べるわ。ホラーゲーム。黒き着信ってやつか。なんか、これあれじゃなかった？ Wii とかじゃなかった？だよね。Wii 用ホラーゲーム、そう。トゥルルルってなるやつで、マジで Wii のコントローラーの、トゥルルって震えるんだよね。怖いやつ。俺結構古いのとか知ってるからさ、俺古いゲームの媒体全部買い集めてんだよね。昔のゲーム機みたいなの買い集めてて。いや、これおもろいよな、確かにおもろい。優しそうな見た目とお声ですね。ありがとう。優しいよ。すごく優しくて。見た目はね、
な感じなんですよ。すごく優しいです。自分で言っててどうかと俺は思うけど。IB 面白いってあれだよね。なんだっけ、IB 魔女のなんちゃら、魔女の館かなんかじゃなかった？違ったっけ？グラフィック雑だからこそ逆にまあ古いしな、マジで。古いゲームはちょっとグラフィックとかこう作り込まれてない感もあるところとかあるよな。それが逆に面白いんだけど。B の探索ホラーゲーム、フラジール。フラジール、ホラーフラジール、ホラーてかみんなホラーゲームめっちゃ言うやん。俺の国名感はホラーじゃないんだけど、アクションなんだけど、めちゃくちゃみんなホラーゲーム好きじゃん。フラジール。フラジール、さよなら月の廃墟。これはホラーなのか？ホラーっていうより、探索型。ちょっと雰囲気の良さを味わうみたいな感じなのかな。でもあれだわ。武器って書いてるわ。ホラーなのに武器って書いてるわ。ホラゲは苦手です。苦手なんだ。見るのも苦手ってこと？やるのが苦手ってこと？なんか俺あんまり分かんなくて、その怖いっていう気持ちが。逆にそのホラーあまりに怖い人とか見れないと思うからさ。マジで理解があまりできないというか、その怖いっていうのが分かんないから、ずんずん進んじゃうというか、突き進んでいっちゃうタイプみたい。ビビリだから自分ではできない。見るのが好きな人は全然いいよね、じゃあ。たまに見ます。ちょっとね、驚き系は確かに俺も驚くけど、恐怖系はあまり恐怖を感じないので、多分俺の配信を見ても、怖くないんだなって感じで見れるんじゃないかなと思うんだけど。じわじわ系じゃないですが、スタンダードにバイオとかどうでしょう。バイオハザードは任せてほしい。なんだっけな、バイオハザードなんだっけ？ 5 と6は持ってるんだよね。なんか安く売ってた時に買った5と6で、5がかなり名作って感じで、6はまだ多分やってないかな。5はね、結構本当に昔のゲームなんだよ。自分でやるのは苦手だけど、人がやってるの見るのは好き。どういう状況それ？自分だとやっぱみんな怖い人多いんだ、うってなるんだな。いらっしゃい。いいのか？初コメがチラで。夜回りは見たことがあります。夜回り、なんか、聞いたことある。ハサミ持って、ハサミ持って追われるやつじゃなかった？なんか、そんな感じじゃなかったっけ？5はウェスカーのグラサンを飛ばして遊ぶゲームをしてました。正しいよ。正しい選択だけど、俺の場合は、あれだよ。女の子が、なんか胸につけた洗脳器みたいなのを俺ぶっ放してひたすらやっちまったイメージしかないわ。
リアルに近いグラフィックのフォルがちょっと苦手かもです。ああ、そうか。ってことはかなりリアルな最近のもうじき出るサイレントヒルとかはちょっと怖いのかもしれないね。恐怖かもしれないな。バイオの話をしているのは国会。まあバイオだけじゃないけど、今ゲームの話してる。なんかおすすめのゲームとかある？本当にあるあるだよ。ジルに蹴り飛ばされることをご褒美というやつもいるからな、中には。マジでご褒美ですって言って。それは私です。ああ、変態だったか。でも俺はその変態も好きだから。ああ、やっぱ変態ってさ、なんだろう。誇るべきものだと思うんだよね。やっぱり。一つ筋が通った変態はさ、やっぱ素敵なんだよな。バイオは初期の初期からのやり込み勢であります。初期の初期って言うと何あれ？バイオハザード1というか、バイオハザードからってこと？何歳かな？だいぶ古くないあれ。俺生まれてるかなそれ。俺もしかしたら生まれてないかもしれない。バイオの初期。あれ、いつ、何年だ？バイオハザード。バイオ。2、3歳じゃない？俺が2、3歳じゃないかな。いや、生まれてるかこれ。おぎゃーの時じゃないか。縛られるのが好きだとか変態じゃねえか。マジで。縛られて蹴られるのが好きなんでしょ？もうだいぶ変態じゃねえか。初見の42歳のおじさん。おー、いいね。めちゃくちゃいろんなゲーム知ってそうだもんな。その年代。スーパーファミコンとかのめちゃくちゃ初代のゲームとか知ってそうじゃない？ゲーム機はね、俺もめちゃくちゃ買ってて、古いゲームはね、買い漁ってんのよ、実は。だからスーパーファミコンも持ってるし、赤いファミコンも持ってる。で、セガサターンとかも機械は持ってて、まあちょっとね、もう動かないやつもあるんだけど、64も持ってる、ゲームキューブも持ってる、あとなんだっけな、結構もろもろ持ってるよ、俺。なんかな、古いゲームも配信できたらなと思って、まあ、プレステ2とかはね、配信したいなと思ってるんだよ。まあ、今言ってたカゲロウとかもさ、配信できるじゃん。だから、結構俺がハマったゲームとかも、まあ、初見じゃなくてもね、ハマったゲームをみんなと一緒にやってもいいし、まあ、いいかなと思ってる。とりあえず、K 君はまず、よろしければ VTuber さんとしての向上をしてくれたら嬉しい。なになになに向上って何？向上って何？何？どういうこと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 ？何？
何工場って何みんな。どういうこと？なんか挨拶みたいなってこと？何工場って何？挨拶兼自己紹介みたいなってことね。はいはいはい。そういうことね。初見さんなのでね。でもね、挨拶は決まってなくて、はい。はいめ、どうしようかな。挨拶はまだ決まってないので、自己紹介として、名前ははいめけいです。よろしく。こんな感じ。生まれたてさんなのかい？そう。俺は4月の6日 ?5 日かな？ 4 月5日に初配信を、終わった。ちょっとね、今、配信を始めたてみたいな感じかな。まったりと、やるっていう感じで、今進めてる感じかな。挨拶決める予定ありますか？挨拶ね、どうしようかなと思って。あの、はい、はい、はいを使いたいんだよね。はいめのはいを使って、はい、こんばんはとか、はいとか、みんなもはいっていう挨拶を使いたいなとは思ってる。今なら最古さんになるの？いや、もちろんむちゃくちゃ最古さんだと思う。だって、まだ3日とかだっけ3日とかだからさ、全然最古さんだよ。てか、古参とか最古参っていうのがそもそもどこまでなのかはちょっと俺にも定かじゃないけど、多分でも今こうやって話してる人とか、今、初配信に来てくれて、その後から少しずつでもみんな来てくれてる人たちっていうのは、多分どれだけ俺が、例えばだけどね、どれだけ有名になっても、最古さんでいてほしいと思うし、それを忘れることはきっと一生ないんだと思う。もちろん最古さんだね。まだまだ最古さんでしょう。ここにいるみんなもそうだし、初配信か。にいろいろ来てくれて挨拶してくれて、X とかでもね、絡んでくれてるみんなは、最古さんだよね。大丈夫そうこの VTuber 男子 VTuber さんあさりの定期パトロールはこの辺にして、ここの腰を据えることにする。いや、もういいんだけど、なんかちょっと怖い、怖いおじさんじゃないかなこれ。大丈夫そう？大丈夫そう？もちろん最古さんだよ、みんな。初配信リアタイ逃してたらいや、でもね、アーカイブ見てくれてるのはもうもちろんすごいありがたいことだよ。うん。結構ね、アーカイブ勢ですって言って、ちゃんと見てくれてる人とかすごくありがたいし。佐藤さん、こんばんはいらっしゃい。さっきね、挨拶しなさいと言われたので、初見さんには、はいめけいです。どうぞよろしく。
42歳のただのおじさん、悪いおじさんじゃないよ。それもう悪いスライムじゃないよの。もうネタ振ってきてるやん。マジで。ネタになってきてるやん。私はダウナー系のいい兄ちゃんがいるよ。知人に言われてホイホイやってきたぜです。いや、その知人、すごくいい紹介をしてくれたけど、まあダウナー系なのかな、俺。もしかしたらダウナーかもしれない。ツイッターから飛んできました。いい声ですね。ありがとう。声はね、まあその初配信でも言ったんだけど、あまり褒められたことがない。というかまあ、生まれて一度も褒められたことがないので、声をね、褒めてくれる人はなかなか貴重だなと思います。この側、この美女、もう俺のこの姿、もうおしゃれし続けてきたこの姿は、自慢ですね。この姿だけでももう目に焼き付けておいてください。聞きやすくてすごく好き。まあ、ありがたいね。本当にありがたいかなって声は。結構ね、なんか一般的な声ではあるのかなって。まあ、なんか低い一般的な声なのかなっていうイメージではあるんだけど。耳垢が詰まってらっしゃる。まあよかった。まあこのビジュアルと声がみんなにね、覚えてもらえるっていうだけでもいいことだからね。よかったよ。でも、多分、なんだろう。結構俺の周りって言ったらあれだけど、俺のリスナーさんって、もっとこう、ガヤガヤしてる人の方が好きなんじゃないかなって、よく思ってた。あの、だいぶ俺、喋らないというか、俺ほとんど喋らない時とかもあって、この作業配信とかでも一切喋らない時多分あると思う。そういう配信でもいいと思っていただけるのかどうかっていう感じかな。合わなければね、正直仕方ないと思ってるし、全然、それはもう自由にしていただいて、俺の目標などなど聞きたいな。俺のね、目標はね、とりあえず簡単に言えば3つあって、1つは、その、コスプレイヤーさんとかにこの姿をコスプレしてもらったりとか、ファンがね、祭壇を作ってくれたりとかって、祭壇っていうシステムがあるみたいで、いろいろなね、グッズとかを飾ってみてもらうみたいな。そういうのがね、してもらえるぐらいいろんな人に認知してもらうっていうのと、2つ目が、あれだ。ちょっとこれは全然みんなにはあまり関係ない。ので一旦やめとくか。お写真の話になっちゃうんでね。3つ目は、オリジナルのね、概念として、コラボの料理を作ってもらったりとかしたいなと。いろんなお店にね。そういう料理を作ってもらうっていう、目標があるので、よかったらね、応援してもらえると嬉しいかなと。グッズ作ってくださいね。グッズもね、何がいいかなって、なんか、小さいものの方が飾りやすいのかなと思ったり、なんか、持って行ってもらったりしやすいのかなとも思ってたりするんで、いろいろ考えてはいるんだけど、料理は考えたい。いいよね。なんか、オリジナル料理、ハイメ系の料理ってやっぱさ、頑張るんやで。
後方腕首、もうなんかいいおじさん、いいおじさんやん。めちゃくちゃいいおじさんみたいになってるけど。アクスタ欲しい。あれね、アクリルスタンドは結構、有名だよね。もうみんなが作ってる。それはちょっと作ろうかな。アクスタ。灰干しってなんだ？煮干しの進化系？灰で干してんのか？概念料理って言ってもあれだよ。俺が別に提供するわけじゃないよ。お店とちゃんとコラボできるようになりたいねっていう話だからね。別に俺が個人でみんなにこう、出すものじゃないで。全然。アクスタ飾る。アクスタはやっぱみんな一般的なんだね。パペとかぬいぐるみ。ぬいぐるみか。なんか持って行ってもらえそうだもんな。カフェ系が合うかな。カフェのね、例えばドリンクとかは考えたいよね。なんかコラボでドリンクでコースター、俺のそのグッズとしてコースターとセットでこういう飲み物が飲めますみたいなコラボとかもしてみたいよね。声がかかるなんてもうだいぶ後の話だけど。アクスタで写真を撮る人います。確かに。なんかここ行ってきましたの時とかに写真撮る人もいるもんね。持って歩けるくらいの小さい縫い干し。そもそもどうやって作るんだ、ああいうのは。そこからだな、まず勉強してからだわ。グッズ系って。いや、いいんじゃないっていうか別に値段は、コラボ店舗さんが決めることであって、別に俺にはほとんど入らなくていいし、俺の目標はあくまでそういうものを作って提供してもらうだからな。そこで別に俺が欲しいわけじゃないしな。お金とかが。そういうこと？灰干しっていう技法がある。だいぶあれやん。物知りおじさんになってるけど。コーヒーな。俺がコーヒーだったら、例えば、なんだろう。ちょっとこの灰色は入れたいよな。でも、飲み物に灰色はちょっとあれか。あんまり飲みたくないか。あんまり飲みたくないか。どうだろう、灰色。灰色。牛乳とか。縫いなら個人でも業者に頼めるところがあるんで、サンプルをもらったりして作るらしいんですが、発注数が多いんですよね。だろうね。やっぱり大量に発注して、多分。だろうな。ごま系か。ごま系はちょっと、あれだな。飲み物にはごま系ちょっと嫌だな、なんか。俺が嫌だわ。なんか飲めないわ。ここ行ってきましたとかで連れてって X 載せたりしてもいい人ですか？逆にダメな人いるの？それ。全然いいんじゃない？もちろん、なんか、すごく嬉しいことだと俺は思うけど。ダメな人っているかな？アクスタはブースかすずり。ブースとかでも普通に作ってもらえるんだ、それって。あれってなんか、他に業者に手配してブースに載せてるとかではないんだ。あれはあくまでブースで作れるんだ。
やっとリアタイできて遅れてしまいましたが、デビューおめでとうございます。ありがとう。ありがとうね。こんな時間帯にリアタイできるなんて逆にすごいけどね。俺からすれば。みんな大丈夫なのかなって俺は心配になるけど。まあ俺も明日は普通に、明日っていうか今日か。お仕事だしね。これからまあ、話は尽きないよね。グッズ作ったりとか。そうだね。俺がダメなことっていうのを伝えてないもんな。そうだね。俺が禁止にしてることは、まず1点は多分大体の人そうだけど、権利上の兼ね合いで、俺のことをその AI だったりとかっていう学習させるのは一応禁止にしてます。まずね。これも普通に権利上の問題なので。だから俺の権利に関わるもの、俺個人に、俺のこのハイメケイの権利に対するものは一応禁止にはなってて、まあ、俺からね、グッズが出たりとかしてたら、それはちゃんと権利を守ってるものなので、全然問題ないかな。で、一応、まあ、ここで言うべきなのかわかんないけど、ファンボックスで、ファンボックスの限定のお写真を配布するときがあるんだけど、それはもちろん権利をちゃんと俺の方でお願いしてるので、まあ、なんて言うんだろう、お写真にして、プリントか、ネットプリントとかしていいっていう話をちゃんとしてるので、ぜひぜひね、素敵な俺のお写真だったりとかはネットプリントでね、飾ってもらえたら嬉しいなって。まあすごくね、俺が気に入ってる方たちにお写真を撮っていただいてるので、ぜひお願いしたいなと。まあ権利上の兼ね合いのね、話が今出たのでそれ言ってるだけで。まあそんなになんか、ダメだよ、めちゃくちゃダメだよっていうことってあんまないから、俺。そうそうそう、そういうことだね。ファンアートも俺に対して買って、まあ、やってくれてるものなので、まあ、本人にもちゃんと許可を取りましょうねと。個人で缶バッジ制作したりするのはありですが、アクリルブック、個人では、どうなんだろう。ちょっと、今はやめておいてほしいかな。その権利が俺の中でいいのか悪いのかちょっと判断できないかな。多分そんなものはさ、他の人に売らないとは思うんだけど、そういうものがね、売られてしまったりする可能性もこの世界にはあるので、まあ、その辺はちょっと一旦置いといてほしいかな。まあまあ難しく考えずにゆっくりと行こうよ。俺もこれから長いこの活動人生をゆっくり楽しんでいくつもりだし、どんどんね、いろいろ日常を共有していけたらと思っているので、みんなも共有してくれ。こう、俺を、まあ、俺を連れて行ったら、もし、ここ行ったよとか、共有してくれ。のんびり応援させていただきます。ありがとう。本当にね、なんか、正直感謝してるよ。全然、本当に一月前とかは、登録者みんな知ってるかわかんなかったけど、2桁いってないからね、6人とか、5人とかだったから、マジで。みんなにはすごく感謝してる。海賊版系、そうでしょう。海賊版はちょっとね、正規品
だけにお金がね、絡むときは正規品だけにお願いしたいな。まあ、ファンで作ってくれて売るようなやつはいないと思うけどね。それファンじゃないしな。マジで。そうだね。楽しみだね。本当に。まあ、大変なこともあるけど。返信不要の割にクソ長文章だったけど。別に絡んでくれてもいいけど。今文章が一面に出てきてたけどな。星宮ピピさんの。まあね、星宮ピピさんっていうのは、俺のお姿をお仕立ていただいた方とね、服とかを一緒にお仕立てしていただいてる方かな。そばか。そばは俺も好き。めっちゃ好き。8割ぐらいがファンよね。そばいいな。それこそでも背面とかになっちゃうな。背の面で。俺のファンネームみたいになっちゃうよな。面を使って。んえ何違う。イメカクって何かなって思って。イメカクって何かなと思ってフリーズしてた。今見てていろいろ。イメカクイメージカクテル。カフェじゃないな。夜のお店かな。確かに炭な。イカ炭とかでも黒いしな。うっすらと炭をつけるっていうのもな。香り付けぐらいにつけるぐらいなら灰色なのかな。ちょっとわからんが。イメージカクテルね。おしゃれだよな。夜のお店。でも夜のお店から案件来るかな。来ないと思うんだよな。俺。このイメージのさ、俺のビジュアルなら来るかもしれないけど、なんか夜のお店とコラボしてる VTuber さんって見る？あんま見ないよね。なんかもともとカクテルとかを作ってますみたいな人はいても、そういうお店でじゃあコラボしてますってあんまいないよな。ホワイトシチューの中にいます。もう絵面汚すぎだろ。ホワイトシチューが灰色だったら。マジで俺やだわ。絵面が汚すぎる。俺の好物が灰色になるとかマジで。そうなんだよな。なんか、わかるよ。灰色って食欲がそもそも湧かないんだよな。あんまり。
そこが俺もちょっと気にしているところではある。料理作りたいとか言いながら、俺の大好きな色、銀とか灰色ってあんまり食欲が湧かない色ではあるからな。まあ、そこの悩みはちょっとね、おいおいかなって。おいおいそれを解消していくみたいな形かな。コラボワインか。まあまあまあ、その辺はな、もう、ハイメじゃなくても、ワインがもう、感じになるもんな。灰色のワインなんて見たことないし。ああ、それはあり。2色ね。まあでも黒ってなると結局のところ、炭系かごま系か。まあイカスミパスタとか別に美味しいからな。まずくはないからな、全然。ありなのはありなんだけど。ノンアルカクテルかな。まあまあ、いろいろと考えることは多いし、まあ、進んでいく道も長いから、まあ気長にやろう。お菓子、灰色のお菓子。灰色のお菓子って何？見たことないな。どんな感じだ？銀器は不純物を浮き彫りにするんで高貴な人らの食器に使われる。まあ食器はね、シルバーはいいよね。食器はね。うん。アイシングクッキーなら可能です。なんかいろいろみんな知ってるんだね。まあ、知識が面白いな。マカロン。マカロンはな、いいな、灰色。ある。ちなみに俺はお菓子作りで、少しお菓子作りをしてた時にマカロンまで到達しなかったわ。結構難しくて。マカロンは作れなかった。シュークリームとかはね、自分で作れて、カスタードとかも全部自分で作ってとか、ドーナツとかも全部自分で作れるんだけど、マカロンまでいけなかったんだよ。ちょっと時間がなくて勉強できなかった。そうだね、着色料いけそうだよね。結局のところ、強制的に色付けすればって感じになるのかな。そう、メレンゲもね、難しいんだけど、やっぱ、側だよね。あれを形成して持たせる側の焼き加減がかなり難しかった。ブラックカレーとツヤツヤとかもうそれブラックやん。もうブラックなんよ。ちょっとあれだな。カレー米とこう混ぜて食べるのあんまり行儀がいいとは言えないな。ショートケーキ。湿度や気温を気にしないといけないから。そうなんだよ。そう。俺も少しパティシエで練習してたことがあって。でもね、そう簡単には作れなかった。そもそも、環境も必要だしね。その代わり、日本料理とかフレンチは練習して、料理はね、結構自分の中では自信があって、つまみとかは最近まだ作るかな。しっかりとした料理はもうやらなくなったけどね。そっち系の趣味があったので、食べることと作ることに関しては、趣味がね、あって、やってたけどね、俺も。難しい。お菓子はね、やっぱ一式の道具が揃ってて、しかもやっぱグラムとかを正確に測らないと美味しくはならないから、なかなか難しいよね。
あそんなこんなで、もうじき3時ですよ、皆さん。そろそろお開きといこうかな。マイクもね、ジジジっていう音多分鳴らなかったと思うんで、今週末の金曜日と、土曜日の配信も多分問題ないかなと思ってはいる。そうね、いつか俺のおすすめのおつまみというか、作ったおつまみを見せながら、なんか食べる配信でもできればいいなと、いろいろ作ったりとかね、して、見せながらでもいいかなと思ってるから、その雑談の時はね、食事雑談にはなるけど、ぜひ遊びに来て、って言っても俺が食うのを見る、俺が食うのを見るだけっていう配信にもなるんだけどな。楽しみにしてて、多分今週の土曜日の配信も多分物を食ってるので、食う配信になるので、よかったら俺がめちゃくちゃうまって言って食べてんのを見といて、一緒に食べて一緒に飲んでくれね。じゃあ今日はこの辺で。みんなね、今日何かしらまだあると思うけど、とりあえずおやすみって言っとこうかな。おやすみ。